こんにちは、ゆきです。私にだけ態度が違うあの人、いましたか？人生で。私は何度か出会ってますよ。私にだけ態度が冷たい友人、当たりがきつかったりする人、私にだけなんでそんなにきついんだろう。やたらいじってきて、コンプレックスまでいじってきて、しまいには目を合わさなくなったりとか、みんなとは楽しそうに喋ってるのに、私にはつまんなそうな態度をしたり、私が喋ってる時はわざとあさっての方を見たり、結構きつかったです。社会人になっても同じような人と出会ったんですよね。私にだけ厳しい冷たい上司、他の人たちとは笑顔で楽しそうに喋ってて、はい飲み行こうとかって後輩も誘ったりとかしてやってるのに、私には誘いもなければ、はいこれよろしくって感じで仕事を渡してきて、これもまたきつかったです。で、どうしてたかっていうとね、私は好かれるための努力をしていたんですよ。すごく気を使ったりとか、話すときは満面の笑みで、どんなにうわきつ嫌だなって思った時もとにかくニコニコして返してました。ニコニコしながらめちゃくちゃ仕事頑張ったし、嫌なことをね、例えば友人から、私はその頃すごいニキビ肌だったんですよ。そのニキビの肌をいじられた時ですら私はニコニコと返してました。もうやめてよって言いながら、本当は内心すごく嫌だったんですけど、その態度を見したことはなかったんです。そういう態度を繰り返すうちに結果的にどうなったかっていうと、その友人は私のことをね、最初軽くいじるだけとか、ふんっていう態度を取るだけだったのに、どんどんきつい傷つく言葉をあえて言うようになったりとか、あからさまに無視してきたりとか、私がどんなに笑顔を振りまいて、どんなに相手を気遣う言葉をね、どんだけ並べようとも友人の態度が変わることはなくって、むしろ悪化していったんですよ。で、上司に関しては相変わらず冷たい態度だし、変わることはなかったんですね。嫌なことを言われるとかはなかったけど、態度が明らかに他の人と違う。で、私はその時、なんでこんなに頑張ってるのに、こんなに努力してるのに、どうして認めてもらえないんだろうってずーっと思ってました。私に足りないものは何なんだろうって。笑顔かなっていうのがまず最初に浮かんだんですよね。笑っていれば何でも許されるって思っていたんですよ。で、別に悪いことしてないから許されるっていう感覚もおかしかったんですけどね、今考えると。だからとりあえずニコニコして、言われたことは何でも受け止めて、与えられた仕事はどんなに残業してもこなしてっていうのを日々繰り返していました。でも何にも変わらなかったです。で、さっき私は何が足りないんだろうっていう言葉を言いましたけど、私に足りなかったもの分かったんですよ。これね、ノーっていう言葉、ノーが言えなかったんです。ノーにはいろんな種類がありますよね。例えば仕事だったら、手一杯なんです、今できません、ごめんなさいとか、誰か手伝ってほしいですとか、友達にいじられたら、いやちょっとそれやめてとか、傷つくから言わないでとか、そういう素直な言葉ですよね。だから脳が足りないっていうか、私には素直さが足りなかったんだなって気づいたんです。で、すごく頑固でもあったよなって思いました。笑顔は地球を救うぐらいの気持ちで生きていたから、だから笑顔に執着していたんですよね。いつでもニコニコしていることが良いこと、それが正義みたいなのが自分の中にあって、それが私の現実を作っていたんですよ。でもそうやって何度も何度も似たような出来事を私に潜在意識は見してくれていたんですよね。同じような人に出会わせることによって、気づいてくれよそろそろっていう、あなたのその笑顔今間違ってるよみたいなサイン、それをね、ずーっと出してくれていたんだなってことに気づいたんですよ。それからもうね、
すごく変わりました。会社員の時にもうできない、無理って思った時に、もういいや、嫌われてもいいやって思って思い切って、ちょっと今手一杯だから遅くなっちゃうと思いますみたいなことを初めて言ったんです。そしたらそうなの、誰か手伝いよこそうかってすんなり言われて、もうね、これね、多分普通の人が聞いたらね、当たり前に思うかもしれないんですよね。人によっては全然当たり前のこと。でも私にはそれができなかったことだから、もう初めて見る世界ですよね。って、私助けを求めていいんだって、もう一気に世界が明るくなったような、会社の蛍光灯がワンランク上がったようなね、なんかパーっていう視界がパーみたいな気持ちにあの時はなりましたね。だからね、本当に自分の言葉、自分の態度、もうその全てが自分の世界を作ってるんですよね。自分が嫌だって、そんなニキビいじられて最悪って思ったら、もうやめてって、本当に傷つくんだけどっていうのが自分の内側の声なわけじゃないですか。それをね、笑顔という鎧で何とかしようっていう方が間違ってたんですよ。それに気づいて、まず私はその友人とはもう疎遠になりました。だって嫌な人だって思ったから後から考えるとね、その時はなんか無理して付き合っていたけど、って、私の価値を分かってくれない人とは一緒にいても意味ないじゃんって思うんです。自分のことを見下してくる人間が私の人生に本当に必要なのか、そう考えたら離れるのが正解な人もね、いるんですよ。どんなに長い期間、例えば学生時代からの友人でもう十何年もお友達、長いお友達だからなかなか離れらんないとかでも、会わなくなるタイミングはあるし、こうやって私のようにこの人といる時の自分ってなんか自分じゃないなっていう気づきがね、あったりとか、だからそういうタイミングでさらっと爽やかに離れてしまって大丈夫なんですよ。自分の価値は自分が決めるっていう言葉が、その時かな、こういうのに気づいた時にストンと腑に落ちましたね。私は助けを呼んでもいいんです。できないって言っても大丈夫。今時間が厳しくてって断っても大丈夫なんです。むしろそっちの方がなんか人間味があって可愛げがあるし。なのでこれを見てるあなたも自分の心に素直に従って、それをちゃんと言葉にして、そしたら人生うまく回っていきますから。嫌われちゃうかもしれないとか、これ言って大丈夫かなとか一瞬考えちゃうかもしれないけど、でもね、その一歩の勇気が本当に人生変えますから、一歩を踏み出してみてください。自分の価値は自分で決める、この言葉大切にしてほしいなって思ってます。今日もありがとうございました。じゃあまたね。